ドリーム珍道中始まりました。サンバの陽介です。サンバのヒデです。始まりましたね。はい。このポッドキャストの評判がいいという話を、陽介さんから聞いてますけれども、はい、かなりいい数字を叩き出してくれてますよ。そうですか。前回モンゴルに入国して、はい、でそこでバイールというおじさまと出会ったっていうお話聞いたんですけれども、ちょっとそこからのお話を伺えたらなんですけども、はい、モンゴルのダルハンという町に着いて、その日は国境越えで疲れてたのでちょっと高めのホテルを取っていて、そこにチェックインしたら直後にバイールから連絡が来たっていうところでしたね。そうですね、はい。シャワー浴びようとしたら連絡が来てシャワー浴びらんなかったってお話しされてたと思う。そうなんですよ。それでホテルから外出て駐車場に行ったら、もう本当にバイールがいて、例のごとく言葉はほとんど通じないんですけど、なんかご飯食べ行こうみたいな話をしてくれたので行こうと思ったんですよ。そしたらバイクも乗っていけみたいなことになって、というか、だからもうチェックアウトしたんですよね。じゃあもう荷物も全部出したってことですか？そうなんですよ。チェックインした直後に合流して出かけるってなって、ホテルをチェックアウトしました。シャワーすら浴びてないのにチェックアウトして、で確かその後バイールの友達の家に行ってモンキーを預けて、それからご飯を食べに行ったんですよ。それは、バイールの友達はダルハンに住んでて近くに友達がいたって。そうです。ダルハンの町の近くに住んでた友達だったんですよ。ここにバイクを預けて、でご飯を食べに行き。それはレストランに食べに行った？そうです。友達の家はただバイクを預けただけで、その後またバイールの車で移動してレストランに行き、レストランでご飯をごちそうになりました。なんか、ちょっと怖くないですかそれ？なんか、あんまり知らない人にいきなりバイク乗っていってそれ預けろとかって。いや怖いんですよね、今普通に考えると。でもなんか多分娘さんと話もしたし、奥さんがいて、バイールは全く英語喋れなかったですけど、奥さんはほんと少し英語が喋れて、ものすごく優しいって言ったらそれもまた怪しいんですけどすごくいい人たちだなと思ってこれ聞いてると本当にただ騙される話になりそうですけど、でも確かに、分かるのは、男の人相手が一人とかだとちょっと警戒したりするし、若いカップルとかでもちょっと警戒しますけど、年配の、ご夫婦とかだと、なんとなく安心してしまうっていうのは、あったりはしますよね。そうなんです。それで結果ね、無事だった、楽しい思い出だったからこうやって話せるんですけどもその時はご飯を食べに行ってビールもごちそうになって、なんかいろいろ話をしてたら、どうやら旅行に行くっていう話がもう決まってたみたいなんですよねいやもう本当コミュニケーション取れないんでわからないことは適当にイエスとか言ってたわけじゃないんですけど、なんかどっかに行こうみたいなことを言われたのは分かってて、それに同意はしてたんですが、何泊かで旅行に行くことになりましたやっぱ今聞いてると、ちょっと心配ですよそのまま拉致られるんじゃないかっていや本当そうなんですよね。でも旅行に行くことになったんです。ご飯食べ終わったらもうプリウスにバイールと奥さんとで私と3人で乗ってダルハンの街を出発してどこかに向かって行ったんですよ。ちょっと待ってください。それすげえやっぱ怖いですね。だって夜ですよね。夜です。夜そっから飯食って酒飲んでそのままどっか行こうって、すごいっすねそれ。いやすごいですね。今聞いて自分で話しててもちょっと怖くなってきましたいや本当にもう真っ暗だし、もちろん土地勘なんてないからどこ走ってるかもわからないですし、どれぐらい走ったかな、 1,2 時間走ったんですかね。どっかの町のホテルに到着したんですよ。
でやっぱりモンゴルのそんな都市部じゃないところのホテルなんて、なんてって言い方したら失礼ですけど、まあ想像がつくじゃないですか。日本の地方のビジネスホテルなんかとてもじゃないけど比較できないようなはい、まあそんなホテルに到着したんです。で何するのか本当わかんないんですけど、とりあえず部屋入ってシャワー浴びて寝ました。それなんか日本でも怖いですねそれ、でもあれだったんですか、その時は陽介さん自身は別になんともいい人たちだなぐらいの感覚で、その時全然ホテル泊まるのもそんな感じで。そうですね、何をするのかは分からなかったんですけど、そのバイールとか人に対しての恐怖感はなかったですね、全然。とは言っても私基本的にビビリなんで、怖い人たちがいたら絶対ついていかないんですよ。でもバイールたちにはそんななんか恐怖心は全くなかったですね。っていうのはあれか、やっぱり国境を越えたところで携帯電話買うのも手伝ってもらったし、チェーンが外れた時に助けてくれたりとか、そういうのがあったからっていうのはあるかもしれないですけど、全然恐怖感はなかったです、人たちに対しては。確かになんか話聞いてて、なんか娘さんが日本に留学してて日本語で電話で話したとか、なんかそういうのがあると警戒心っていうのは薄れるかな、なんとなくは。そうなんですよ。今話してると結構怖いですけどね。怖いっすね今聞いて怖いなと思いましたからもうとにかくホテル着いてシャワー浴びてその日は寝たんですよ。で次の日朝になるじゃないですか。よかったですね、朝無事に迎えました。やっぱ何時に起きたらいいのかわからないし、何時に出発するかわからないから、すごくその辺は戸惑ってたんですけど、雰囲気でバイールも起き出して奥さんも起きて、隣の部屋にバイールの友達もいたようで、バイクを貸してくれた人ですか？いや全然違う人たちでした。違う人、違う人ですか？小さい子供もいる家族と、あとは若者5人ぐらいのグループといて、この人たちとどうやらその後行動するみたいな雰囲気が伝わってきた。子供がいれば安心っちゃ安心。そうですね、その子供がいたことによってかなり和んだような感じはありますけれども、そんなこんなで出発することになったんです。お話伺った感じだと、その後お昼ですかね、なんかバーベキューやったみたいな話聞いた。そうなんです。出発してもう本当にモンゴルの田舎の方だから草原の中の一本道を走って、でたまに草原に降りていくんですよ。でここで一回止まるのかなって思っていると、バイールのほか男数人が外に出て車から降りて、で様子見てなんか首を振ってここじゃないみたいな感じでまた移動を開始して、ちょっと怖いですねそれもこいつをどこで始末してやろうかっていう感じだったここじゃまだ人が来るからダメだそんな雰囲気のそんな感じの行動だったんです。それを何回か繰り返した後に、よしここだみたいになって、そしたら車3台ぐらいだったかな、3台で連なって走っていて、でいい場所見つけてそこで3台バーッと草原に降りていって、で荷物を下ろし始めて、何をするのかと思ったらバーベキューが始まったんですよ。で後で分かったんですけど、彼らはなんか探してたのは綺麗な川を探してたようで、バーベキューするのに水が必要だから、できるだけ綺麗な川の流れのあるところを探していたみたいなんですね。でそれで結局その止まって車を降りた場所で川が横に流れてて、そこで川の水を汲んでバーベキューが始まるという。なるほど。それはやっぱラム肉ですか？モンゴルだと。確かラム肉だったと思います。じゃあ結構その記憶的にそんなあれってことは、美味しかったってことね。そうですね。特になんか食べられなかったような記憶はないので、普通に美味しかっただと思います。じゃあ結
構そこそこいい肉食ったんでしょうね。多分そうだと思いますね。新鮮な、生肉の状態で持ってたので、新鮮だったんだと思います。はい。モンゴルって死ぬほど飯まずいじゃないですか。はい。多分世界で一番まずいと思うんですけど怒られますよ。聞いた話で、いやこれみんな言うんで、モンゴルに行った人飯がすごいまずいって、聞いた話だとやっぱモンゴル人って家畜って財産だから、若いまだ繁殖能力がある家畜を食べるってことしないで、もう年取ってもう繁殖できなくなったヤギとかそういうのを食べるようにするから、だからどうしても肉も臭みも出ちゃうし硬いし美味しくないっていうのはなんか聞いたことあるんですよね。はい。でだから結構陽介さんその時食べたバーベキューの肉は、若くていい肉食ったのかもしれないですね。そうかもしれない。だって臭いですもん、何食っても。そうですね。何食ってもまずいですもん、本当にもう散々な飯でしたね。それでそのバーベキューが石を焼いて、でその焼いた石を鍋に入れ、でそこに食材とその川で汲んだ水を入れてで作るっていうやつだったんですけど、なんかそれがモンゴリアンバーベキューっていうんですかね。そんな体験もさせてもらったんですけど、そこで今考えるともう一つちょっと怖いのは、いくら綺麗な水の流れのところを探したとて周りには家畜の牛がいっぱいいるんですよ。牛も川の中に歩いたりしてるんですよ。いやもうさっき陽介さんが近くの川の綺麗な流れの川を探してるって聞いた時点で、見た目綺麗でもそれは綺麗じゃねえぞと思いましたからね、私は。比較的綺麗なところです。そうですね。だいたい日本でだっていや日本でだってダメじゃないですか、川の水飲むなんて。たとえ綺麗だからって言ったって。そうですね。本当に山の奥の方行けばまた別かもしれないですけど、基本的にはやっぱ危ないって言いますからね、大腸菌とか、やっぱり気をつけないと。で見た目じゃ分かんないんで、モンゴルのその川は見た目でも分かりますけどね。もうそのレベルだったんですね。多分川の映像を撮ってるから今流れてると思うんですけど、牛も川の中を歩いてたりするので今考えるとちょっと怖かったなとは思うんですけど、でもいい体験をさせてもらいました。でそれはお昼ですよね。お昼食べたと。そうですね、確かお昼頃だったと思います。お昼ご飯っていう感じでバーベキューですね。でその日はそのまんまどっか行ったりとかあれですか、バーベキューしに。はい、バーベキューは、1,2 時間で終わり、また移動を開始して、どこに向かってるかちょっと分からなかったんですけど、結局モンゴルで一番大きな湖フブスグル湖っていうところがあって、そこに向かってたんですよ。フブスグル湖ってモンゴルのスイスって呼ばれてる場所です。そうなんですか。モンゴルの何々湖とかって言うんだったら分かるんですけど、モンゴルのスイスって意味わかんないな。フブスグル湖っていうところに向かってたので、バーベキューが終わった後はまたその湖に向かって移動開始したんですよ。で湖の近くに着いて、湖からなんか離れ小島みたいなところに行くってなって、ボートに乗ることになるんですけど、そのボートの時間が来るまで待合所みたいな建物があって、そこでチャイとちょっとしたお菓子が出てきたんですよ。でそこで初めてだったかな、モンゴルでのチャイを飲んだんですけど、モンゴルでチャイ飲みましたか？あれですよね、ちょっとしょっぱいやつですよね。はい、そうです。そうですよね。はい、美味しくない。いや、これ怒られるから。いやしょうがないじゃないですか。美味しくないもん美味しくないですからね。ちょっと口に合わない初めての味だったんで、はい、ちょっと慣れない味で戸惑ったんですけど、そのチャイをみんなグビグビ飲んで、私はちびちび飲んでちびちび飲んでるとでやっぱバイールたちはおもてなししてくれるんで、飲めって勧めてくれるんで、
頑張って飲んでたんですけど、はい、そんなこんなでボートの時間が来て、もう本当に何するか分かんなかったんですけど、救命胴衣を着させられてそれをはい、もうあれですね、証拠隠滅ですね捨てられるそうここまで来ればっていうしかもボートもちっちゃいモーターボート5、6人乗りの、それに乗って離れ小島のようなところに行きました。なるほどです。そんな感じなんですが、ちょっと話はまだ続くので、今日はここら辺にして、また次回にしたいと思います。で、ヒデさんから何かお知らせがあるということなんですが、何でしょうか。そうなんですよ。すいませんね、陽介さんのチャンネルで宣伝しちゃって、私の方も、旅の、お話を本にまとめてまして、こちらの第5巻がつい先日出版されましたので、もしご興味がある方いらっしゃれば、ぜひ読んでいただき5巻はだいたいアフリカとかそこら辺の話も入ってくる。いよいよアフリカですね。はい、恐怖の。そうですよ、陽介さん来年行くアフリカですよ。はい、そうなんです。だからもう読んでますよ、私は今はい、ちょっともうコロナ前の話なんで、陽介さんまた来年行くとなるとだいぶ状況も変わってたりする。そうですね。ぜひね、興味ある方読んでみてくださいね。じゃあ、はい、今週はこれでおしまいになります。はい、じゃあバイララバイララ。じゃあまた次回。